いつもスナッチふくももチャンネルをご視聴ありがとうございます。この動画はフクロモモンガと仲良くなるための方法の第3弾、かませない編になります。今回の第3弾、かませない編だけ見ていただいても、これだけでも内容は完結していますので、このままご視聴いただいて大丈夫です。もし第1弾名前編や第2弾匂い編も見てみたいと思った方は、下の概要欄のリンク先をぜひクリックしてみてください。また、すでに第1弾名前編や第2弾匂い編をご視聴の方は、下の概要欄のチャプターから解決編の部分をクリックしていただくと、導入の部分を飛ばして、な、に、かの法則のかについての説明からすぐにご視聴することもできます。ぜひ概要欄のリンク先などもご活用ください。ちなみに、同じ導入部分でも話す内容は変えたりしていますので、リピーターの方でもこのまま飛ばさずにご視聴いただいても構いません。では、早速、フクロモモンガと仲良くなると、どのようなことができるようになるのか説明していきます。今見えているのは、フクロモモンガの白になります。フクロモモンガと仲良くなると、こんな感じで手の上に乗せることもできます。それと、白の尻尾に注目してください。フクロモモンガが尻尾を丸めているときは、彼らが安心やリラックスしている状態の時が多いです。そのため、白は現在警戒心も全くなく、安心して手の上に乗っかっている状態になります。また、フクロモモンガと仲良くなると、こんな感じで自分自身のそばでフクロモモンガを寝かせることもできるようになります。白は完全に安心しきっています。こちらはフクロモモンガの黒です。手の上で餌をもぐもぐさせながら食べているところです。仲良くなるとこんなこともできちゃいます。手で黒をマッサージするとこんな感じで黒は気持ちよさそうにします。今回の動画ではこんな感じでフクロモモンガとどうやったら仲良くなれるのかを僕なりの飼育方法のコツなどをお伝えできればと思っています。飼育方法には絶対の正解はありませんが、僕の飼育方法が少しでもお役に立てると嬉しいです。ここでちょっとだけスナッチふくももチャンネルの紹介をさせてください。当チャンネルでは主にフクロモモンガの日常の様子だったり、飼い方の動画をアップしています。ショート動画に関しては毎日投稿しています。白や黒の今後の様子も気になる方や買い方などを知りたい方は、下の概要欄のリンク先あるいはこの動画の右下のフクロモモンガのアイコン画像をクリックすると登録ボタンが表示されます。ぜひそこから登録よろしくお願いします。また、Twitter、インスタ、TikTok の各種 SNS もやっているので、下の概要欄からぜひフォローよろしくお願いします。最後に質問や感想などどしどし募集中です。下のコメント欄に何でも書いてもらえると嬉しいです。できるだけ返事はしたいなと思っています。ですので何でも書き込んでみてください。さて、話を戻しますと、フクロモモンガと仲良くしたいと思っているのに、もしかしたらこんなことしてないですか？上から順番に見ていきます。何か嫌なことがあって、けど、フクロモモンガにご飯をあげたり、ケージの掃除をしなきゃなってことで、そんなイライラした気持ちの状態でフクロモモンガと接してしまうこと。フクロモモンガは人間の気持ちも敏感に感じ取るので、イライラしながら触れ合うと、フクロモモンガは、この人怖いなぁと思ってしまいます。また、フクロモモンガに噛まれたら嫌だなぁと思ってビクビクしながら接すると、フクロモモンガは、この人は敵かなと思って警戒心を持ってしまいます。だからといって噛まれっぱなしにしても良いかというと、そうではありません。ここら辺を特にどうやって解決していけば良いのか気になる方は、ぜひ概要欄から第1弾名前編もぜひご覧になってみてください。逆に、そんなに頻繁に触れ合ったりする時間がないんだけど、とそういった方もいるかもしれません。また、何の前触れもなく手を差し出して、フクロモモンガを急に掴んだり触ったり、手を洗う前にフクロモモンガと触れ合ったり、そんなことをしたりしていませんか？
ここら辺を特にどうやったら解決できるのか気になる方は、ぜひ概要欄から第2弾、匂い編もぜひご覧になってみてください。今回の第3弾、かませない編はすべての中で最も大切なことになります。ぜひこの後、フクロモモンガと仲良くなるための具体的な解決編を楽しみにしててください。もし先ほど挙げたようなことをし続けてしまうと、フクロモモンガが絶えず次のような状況になってしまうかもしれません。この写真はリピーターの方にとってはもうすっかりおなじみかと思いますが、フクロモモンガのシロをお迎えした当初の写真になります。この時のシロはとても人間に対して警戒している状態です。フクロモモンガが不安や恐怖を感じ警戒するとどんな風になるのか、これから動画をお見せします。少し音量が大きくなるかもしれないので、音量にはお気をつけください。では、早速流しますね。現在のシロはもうこんな鳴き声を出さなくなりましたが、警戒しているとフクロモモンガはこんな感じで鳴きます。初めて聞くとびっくりしますよね。こんな小さくて可愛い動物がこんな鳴き声を出すなんて。フクロモモンガは他にもいろいろな鳴き声を出すのでとても面白い動物です。鳴き声について気になる方も概要欄にリンク先を貼っておきますので、ぜひクリックして後ほど見ていただけると嬉しいです。さて、いよいよ今回の本題になります。フクロモモンガと仲良くなるために一体どのようなことをすればよいのでしょうか。今回は第3弾ということで、な、に、かの法則のいよいよ最後のかの説明に入っていきたいと思います。かは何の頭文字でしょうか。すでにタイトルなどでもネタバレしているので、きっとわかりますよね。そうです。かませないのかです。かませないって何なのって思ったかもしれません。本来動物は敵から身を守ったり、ご飯に食らいついたりするために、本能として噛むという機能が備わっています。ですので、例えば危険などを察知したら、噛むという動物は珍しくはありません。その前提で、フクロモモンガも噛むのは普通なんだと思っていただいた上で、フクロモモンガに噛ませないようにすることもできます。その方法をこれからご紹介できたらなと思っています。僕はここがすごい大事だと思っていて、本来噛まない動物はいないと思うんです。それを知っているか知らないかで対策は大きく変わってくると思います。ぜひそれを知った上で、噛ませないようなしつけの方法も皆さんにお伝えしていきたいので、ぜひこれを聞いたら実践してもらえたらなと思います。もしフクロモモンガに噛ませない方法をうまくできない場合は、いつでもコメント欄に質問してみてください。では早速具体的な解決策を見ていきましょう。まず、噛ませない方法の前提として、フクロモモンガと触れ合う前に必ず手をしっかり洗ってください。これは前回の動画でもお伝えしましたが、人間とフクロモモンガとの間の細菌感染を防ぐだけではありません。フクロモモンガは匂いを感じ取る力がとても強いので、手についた食べ物の匂いなどを敏感に感じ取ります。手を洗わないと人間の手をフクロモモンガが食べ物だと勘違いして、それでフクロモモンガに噛まれてしまう場合もあります。また、寝ている時に急にフクロモモンガに触ったりすると、慣れていないフクロモモンガの場合は、特に恐怖心から噛みついてくることもあります。その場合は、名前をしっかり呼ぶなど声かけをしながら優しく触れるか、あるいは完全にフクロモモンガが目を覚ました時に触れ合うようにしましょう。そして、優しく触れる際、一本指でちょんちょんって感じで触ろうとすると、逆にフクロモモンガにとっては、それは噛みやすい状態になってしまいます。
手のひらの一部分を使って空気を撫でるような感じで優しく撫でてあげてみてください。フクロモモンガが飼い主に慣れてきたら、一本指で触ったりしてもよっぽどのことがない限りは噛んできたりはしません。これらをうまくやったとしても、最初にお伝えした通り、動物は基本噛みます。慣れてくれば、フクロモモンガの噛み方も本気噛みではなく、優しい甘噛みになったりもします。ちなみに、うちのフクロモモンガもたまに甘噛みをしてくることがありました。たとえ甘噛みであったとしても、そんな時に噛ませたままにしないようにします。基本的に飼い主は噛むものではないということをフクロモモンガにしっかり覚えてもらいたいので、そのために僕がやっている工夫をこれからお伝えしていきます。まず前提として大事なのは、噛まれそうな雰囲気を察知したらすぐに手などを引っ込めることです。これは前提として本当に大事なことです。手を引きながら噛んだらダメだよとフクロモモンガに優しく伝えます。もし手を引くのが遅れてフクロモモンガに噛まれてしまった場合はどうすればよいのでしょうか。この場合は前提としてフクロモモンガに人間の手を噛ませたままにしておかず、すぐに次の3つを実践していきます。1つ目は意思を伝えることです。フクロモモンガに噛んだら痛いからやめてと優しい口調ではっきりと伝えます。この時、怒った口調で言うと、フクロモモンガは怯えて恐怖心からますます噛むようになってきちゃうと思います。この意思表示はとても大事なことなので、もう少し詳しく知りたい方は、第1弾の名前編も概要欄のリンクからクリックして、ぜひ見てみてください。次に2つ目は舌打ちです。みたいな舌打ちの音は、フクロモモンガの中では苛立ちの鳴き声として認識されます。これによってフクロモモンガにこれは嫌なことなんだよと伝えることができます。フクロモモンガの白はこの僕の舌打ちによって噛み癖が全くなくなりましたが、黒には舌打ちはあまり効果がありませんでした。そこでフクロモモンガの黒に対してよくやっていたのが、3つ目の噛まれた指をそのままフクロモモンガの口の中に押し込む方法です。これによって黒の噛み癖もだいぶ軽減されました。黒がお腹を空かせているとき、黒は僕に対してたまに甘噛みとかをしてきますが、その場合は黒にご飯をあげれば解決するので、基本的には黒も噛まなくなりました。ここで3つ目の方法がよくわかりづらいかもしれないので、別途写真も用意しました。黒が噛んできた瞬間の写真を撮るのはなかなか難しいので、僕の写真で申し訳ありません。この写真はフクロモモンガの写真だと想定して話を進めていきますね。写真の口元に注目してください。もし指などをフクロモモンガに噛まれてしまったら、その噛まれた部分をフクロモモンガの口の奥にグッと押し込みます。気持ち力を入れても構いませんが、あまり力いっぱい押し込まないように気をつけてください。フクロモモンガに噛まれた瞬間にこれを同時にやることで、フクロモモンガはとても嫌がります。これを何度か繰り返すと、フクロモモンガは飼い主さんのことを噛んだらダメなんだなって覚えてくれるようになります。こうやって僕に対して黒も噛ませなくすることができるようになりました。この方法は慣れていないと最初は勇気がいるかもしれませんが、やってみると効果抜群な感じがしています。試してみて質問などがありましたらコメント欄にぜひコメントしてみてもらえると嬉しいです。最後にまとめになります。噛み癖がついてしまわないように、たとえ甘噛みであったとしても、フクロモモンガに人間の手を噛ませたままにしないようにしようってことです。今後もいろんな飼い方動画などもアップしていく予定です。ぜひ今回の動画への高評価いいねとチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。チャンネル登録は概要欄のリンク先、あるいはこの動画の右下のアイコン画像をクリックすると登録ボタンが表示されます。また、こんな動画を作ってほしいなどの要望なども以下のコメント欄にどんどんコメントしてください。
それでは最後までご視聴ありがとうございました。またお会いできるのを楽しみにしています。